これは僕の体験談をお話しさせていただければと思うんですけれども、はい。改めまして、師走田五郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。皆さんは、島田さんは、人が飛び降りるところを見たことありますか？僕はないです。実は僕あるんですよ。今から15年ほど前なんですけれども、当時僕、埼玉県のとある駅前にあるタワーマンション、24階建ての24階の 1LDK の部屋に住んでたんです。最上階。はい。その部屋、リビングから富士山が一望できる。管理体制もしっかりしていて、都会からちょっと離れてるんで、家賃もさほど高くなかったんです。いいマンションだったんですけれども、そこ、出るんですよ。鳩が。それも、1羽、2羽じゃない。10羽以上ずらーっと、バルコニーに鳩が並んでるんですね。で、その鳩、朝の7、8時頃になると、バサバサバサーって飛び立っていって、夕方5時、6時になると、バサバサバサーっとまたバルコニーに戻ってくる。僕、このマンション初めて内見に行った時は昼間で、ちゃんと掃除されてたんでわからなかったんですが、このバルコニー、鳩の寝床になってたんですね。一晩経つじゃないですか。はバルコニーの床面が真っ白、鳩の糞だらけ。うわー、これやだなーと思って、いろいろと鳩対策のグッズ買って試してみたんです。でも、鳩って場所にめちゃめちゃ執着するんですよ。逃げないんですね、ちょっとやそっとのことじゃ。困ったなぁと思って、このマンションの管理員さんに相談してみたんです。そしたら、いやー、それは部屋打ちの話なんで、と、取り付く島もない。こちらのマンションなんですが、1階のエントランスに夜、管理員さんではなくて、警備員さんが立ってらっしゃるんです。仕事から戻ってくると、人の良さそうな小柄な制服を着た警備員さんが、今日もお仕事お疲れ様ですと声をかけてくれる。その警備員さんにね、思わず鳩のこと話したんですね。もちろん警備員さんのお仕事として鳩のことなんて関係ない、仕事の範疇じゃないっていうことは僕も100も承知だったんですけれども、その時の僕、誰かに話したかったんですよ。そしたらその人の良さそうなおじさんの警備員さんがうんうんとうなずいて聞いてくださって、最後にこんなこと言ってくれたんです。鳩のことだったら私に任してくださいって。その時は社交辞令かと思ったんですけども、その翌日から僕1週間ほど旅行で部屋を後にしたんです。そして1週間経って夜、また自宅のマンションに戻ってきた。エントランスには警備員さんが立ってらっしゃるんですけども、その警備員さん、いつもの人の良さそうなおじさんの警備員さんじゃない。全然違う、警備員さん、男性の方だったんですね。あれ、いつもの人どうしたのかなって思ってたんですけれども、旅行から帰ってきたばかりですし、疲れてたんで、シャワー浴びて早く寝ようと思って、玄関ドアを開けた。真っ暗な部屋の中。クルルプー、クルルプー、クルルプー。鳩の鳴き声がする。あれ、窓開けっぱなしで旅行行っちゃったかなと思って、電気パッとつけて部屋中見たんですよ。鳩なんか一羽もいないんですね。窓だってちゃんと閉まっている。おかしいな、確かに聞こえたのになって思いながら、何気なくバルコニーの吐き出し窓をガラッと開けて外見てたら、上から「ああ」
小さなね、なんだか潰れるような嫌な音がした。一瞬のことだったんで、顔とかはわからないんですが、ただ、着ている服はわかったんですね。制服だったあの姿形、いつもの人の良さそうなおじさんの警備員さんじゃないかっていうふうに思った。もうその途端、うわっと思って、僕、バルコニーから身を乗り出して下を見たんですよ。はい。うちのバルコニーの真下っていうのが駐輪場になってるんですね。でも夜なんで暗くてよくわからない。これ大変なことになったと思って、玄関から出て、急いで下に降りて、そこにいた警備員さんに言ったんですよ。すいません、すいません、今上から、なんか警備員さん、いつもの警備員さんが飛び降りて。でも、その立ってる警備員さん、右から左なんですよ。僕の言葉なんて流すんですね。いや、これちょっと話にならないなと思って、僕、エントランスから出て、駐輪場の方に走って向かったんです。はいはい。駐輪場。誰も人なんか落ちてない。でも、いつもは自転車でいっぱいなんですよ。なのに、そこ、自転車、ぽつりぽつりとしかない。というか、僕の自転車もなくなってたんですね。どうしたんだろうと思って、またエントランスに戻っていって、その警備員さんに、確かに人が落ちたところ見たと思うし、だいたい僕の自転車ってここまで言いかけたとき、その警備員さんがいきなり怒り出したんですよ。はい。ちょっともういい加減にしてください。あの警備員飛び降りたの昨日の夜のことでしょって。人の良さそうなおじさんの警備員さん、マンションの屋上から飛び降りて亡くなったの、昨晩の話だって言うんです。はい。その翌日、僕の部屋にこのマンションの管理員さんがやってきたんですね。その管理員のおじさん、なんとも言いにくそうに、すいません。ちょっと、うちの警備員が飛び降りたのはご存知だと思うんですけども、ちょっと飛び降りた時に、ちょっといろんな自転車の上に、ちょっとバンってぶつかって、ちょっとお客様の、カゴの中に、ちょっと首とかが入ったんです。自転車はちょっと洗って返しますんでって、そんなことをね言われたんですよ。実際僕が見た飛び降りたあの警備員のおじさん、それが幻影なのかあるいは幽霊なのか、それは全くわからないんですが、ただ一つ言えるのは、その夜以降、あれだけうちのバルコニーに執着してた鳩、一羽もいなくなったんです。そんな不思議な体験をしたんですが、ただこの話をするたんびに僕思うんですよ。もしかしたらあの時僕が警備員さんに鳩の話なんかしなかったら、警備員さんバラバラになったりしなかったんじゃないかなって、ちょっとね後悔するんですよね。そんなお話でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。前日なんですよね、警備員さんに、はい。いや、鳩が大変なんですよ、なんて話をして。はい。で、警備員さんなんておっしゃったんでしたっけ？ですね、1週間前、僕が旅行に行く前にその話をして、1週間、部屋を後にしてましたと。で、僕が旅行先から戻ってきた夜の前日に飛び降りてしまったっていうようなお話だったんですね。そうか、1週間前なんですね。鳩大変なんです。はい。その時なんておっしゃったんでしたっけ？その時言ったのは、鳩のことだったら私に任してくださいと。
ただその任してくださいっていうのはあくまでも僕も警備員さんに鳩のことを言っても別にその人が何とかしてくれるなんていうことは最初から思ってないんですよ。ただちょっとこれは僕のエゴかもしれないんですけれども聞いてもらいたかった。いやこんだけちょっと大変なんすよっていうような感じの話でもう聞いてまあ、もらいたかっただけだったんですよね。でもそのおじさんはちゃんと聞いてくれて、なおかつ何をするかっていうのは具体的にはわからないんですけども、何とかしてくれるって言った。ただその言葉っていうのはあくまでも社交辞令だと思ったんですよ。あ、じゃあ、何とかしときますねっていう。まあ、何ともできないけれども、言葉だけ言ってくれたのかな。もしかしたらそのおじさんは何とかしてくれようとしてたのかもしれない。何かわからないですけれども。だからそこのあたりっていうのがわからないんですが、ただそのことを言わなかったら、こういったことにはならなかったのかもしれないなっていうような。はい。それはまあね、なんかこう悔やんでしまうのはわかりますけども、まあそこはね、多分違うんじゃないかなって、もうね、そんなね、心を痛めてしまわなくてもと思うんですけども、ただそのなんか悩まれてるとかっていう素振りはあったりしたんですか？そのおじさんの警備員さん、おじさんの警備員さんは全くそういうなんか悩んでるとか、そういうのっていうのはないですね。ただ多分いいなんていうんですかね、本当にいい方で。結局その挨拶とかももうちゃんとなんて言うんでしょうかね、お疲れ様ですっていうかなんかご苦労様ですみたいな感じで、まあ、言ってくれるような、声掛けしてくれるような方で、素敵な方だったんです。はい。だからそういう形なんですよね。でその上からこうね、もう実は昨日なんだけども、そうです。その五郎さんが見たという、そういうことですね。まあその現場ですけど、その直前に鳩の声聞いたんですよ。そうです。鳩の声聞きました、どんなんでしたっけ？いいですか？はい。クルルルプー、クルルルプー、クルルルプー。僕にはこう聞こえました。で、その後に、はい、あーってこう、そうですね。身を投げるというのが見えた。見てたらそういうふうになった、なんかあれなんですよね。五郎さんが1週間留守にしていた、その最終日、まだ家にいない時に身を投げてしまったわけですよね。おっしゃる通りですね。で、五郎さんが帰ってきた、また家に帰ってきた初日に見たわけじゃないですか。そう、おっしゃる通りですね。これ見たわけですね。なんかその、おじさんって、本当にこう責任感も強くて、本当になんとか困ってる人に助けになりたいって思うような真面目な方だからこそ何か思い詰めてしまうところがあるような方だったのかななんてちょっと思ったんですけど。そうですね。やっぱり僕もそういう感じしますね。だから最後にまあ命は絶ってしまうんだけど、でも生前に五郎さんから相談されたことに対してはすごくこう何とかしたい、何とか解決したいという思いはやっぱりあって、でその時に鳩の鳴き声が聞こえるっていうのはちょうどね、その鳩が会話をしたわけではないでしょうけど、でもなんかそういうもうここには来ないようにしてよなんていうねこともしっかりこうおじさんなりにっていうことがあって気持ちが伝わったのかな。でその日は五郎さんいらっしゃらないんですけど、はい、帰ってきた日に五郎さんに対して自分の方で何とかできることをしてみましたという何か五郎さんへのことなのかなとか、その帰ってきた日にそれを五郎さんが見たっていうのはどうなんですかね。いやなんかすごい本当にだからあれなんですよね。なんかそこまでなんか要は僕もそこまでやってくれるというかね、思ってなかったんで、だから本当になんかちょっと申し訳なさっていうかですね、まあいろんな思いっていうのがちょっとねこの話っていうのがやっぱりそのするたびにあるんですよね。だから今島田さんがおっしゃった通りのまあお話なんじゃないかなって僕も思います。今回の話別としてね、今回のはもう亡くなってしまわれた原因にそれがあるとはもう決して思いませんけども、ただやっぱりすごく優しかったりすごく誠実な方っていて、こっちがたわむなくね、ちょっとこう本当に話の合間に世間話程度で今悩んでんだってちょっとこう言ってしまったことを本当に重く受け止めてくれて、次僕に会う時までずっとそのことを考えててくれて、で自分なりに考えたんだけどこんな風にしてみたらっていう風に
してくれる方いらっしゃるじゃないですか。いますね。いらっしうわゃいますね。ごめんそこまで深く考えてくれたんだっていうそうです。ねえそうです。本当その通りなんですよ。ねだからなんか本当にいろんな方いらっしゃるからだからもう本当にもうなんつうんでしょうかね。まあそういうふうななんか自分が本当に軽々しいっていうかですね、本当にもう別にそんな気はなかったんですよ。もうただただちょっと言いたかっただけ、やっぱり僕はやっぱり喋っちゃうんでですね、言いたかっただけなのに、まあこういうふうな結末っていうか、なるとは、まあ僕は正直夢にも思わなかったっていうような。はい。まあでもそうね、あと鳩のね被害がなくなったという、はい、そうですね。鳩いなくなったんで不思議ですよね。びっくりしますね、あれは。おじさんがね、何かねしてくれたのかもしれないですね。してくれたのかもしれないですね。いやありがとうございました。ありがとうございます本当に。